ロックミシンであっという間に作れてゆったり履けるふわゆる簡単ソックスの作り方です。使用する型紙は3枚だけ。型紙はマフォンのホームページで販売しています。ロックミシンを使い、上ルーパー下ルーパーにウーリー紙をセットします。細ロックと呼ばれる縫い方で縫っていきます。外側に縫い目が出ますが、その縫い目がアクセントになり、とても可愛いです。縫い代が内側には出ないので履き心地も快適です。少しクシュッとした縫い目が可愛いソックス。履き口も細ロックで仕上げるので締め付け感もありません。ルームソックスとしてだけでなく、サンダルなどと合わせて見せるソックスとしてお出かけに履いていくのもおすすめです。この動画では細ロックの設定から縫い方まで詳しく解説していきます。お気に入りの柄の生地でお家で素敵なソックスを作ってみましょう。 Let's start sewing。 裁断します。使う型紙は3枚です。生地を中表に合わせて型紙を置きます。型紙を置くときは生地の向きにご注意ください。ニット生地は縦方向は伸びにくく、横方向に伸びやすい特性があります。型紙を置くときは生地の伸びにくい方、縦方向を確認し、縦方向と平行になるように靴下の細長い型紙を置きます。生地の縦横の向きを間違えて裁断すると履けなくなってしまいますので気をつけてください。また、柄に上下な向きのある生地の場合は向きが逆さにならないようご注意ください。重しを置いて裁断していきます。重しに使っているのはテトラウェイトです。マフォンのブログに作り方があります。概要欄にリンクがあります。裁断できました。大きい順に前、後ろ、底の部分になります。後ろと底を縫います。後ろと底のパーツを用意し、外表になるように合わせます。合い印を合わせてクリップで留めて、赤線部分を細ロックで縫います。ここで解説。細ロックミシンの設定。細ロックはロックミシンで縫える飾り縫いの一種です。上ルーパーと下ルーパーにウーリー紙を使います。スタッフの使っているロックミシンはベビーロックさんの異邦人です。まずはこちらの設定をご紹介していきます。針は1本針にして、かがり幅は3ミリ。送り目は普通ロック 1.5、 作動は N から 1.5 にします。縦方向を縫うときは作動の違いは大きくありませんが、横方向、伸びる方向を縫うときは作動を変えると仕上がりが変わります。お好みの作動を選び調節してください。縫い代は6ミリです。メスで生地端を 2,3 ミリカットしながら縫っていきます。糸調子はまずはすべて444で試し縫いします。表側はよく見えますが、裏側を見ると黒い針糸が少し不安定な状態です。針糸ダイヤルを4から6に強めて縫うと、表側も裏側もきれいに縫うことができました。ご使用のミシンや生地、手加減によって最適な細ロックの数値は変わりますが、調整するときは針糸下ルーパーダイヤルを強めて、上ルーパーダイヤルを弱めることを目安にしてみてください。ベビーロックさんのロックミシンさくらを使う場合は、糸調子切り替えは B、 かがり幅は3ミリ、送り目は普通ロック 1.5 にして縫います。
細ロックの設定ができたら縫っていきましょう。ずれないように後ろと底の半円を縫い合わせます。後ろと底が縫えました。前を縫います。先ほど縫った後ろと底を表側が上になるように開いておきます。前部分を用意して外表になるように2枚を重ねます。合い印を合わせてクリップで留めてから赤線部分を細ロックで縫い合わせます。かかとの部分は前後どちら側に倒れても仕上がりに違いはないので気にせず大丈夫です。つま先部分の半円もずれないように注意しながら最後まで縫います。前と後ろ底が縫えました。履き口を縫います。最後に履き口に1周細ロックをかけて仕上げます。縫い終わり位置の数センチ前から縫い始め、1周ぐるりと縫い、縫い始めまで来たら最初のカラカンをカット、メスをロックして数センチ重ねて縫い、押さえ金を上げて90度奥側に生地を回し、カラカンを出して縫い終わります。細ロックで縫うふわゆる簡単ソックス完成です。お洋服を作った残りなどであっという間にできるこのソックス、細ロックにまだ自信がない方は生地と同じ色の糸を使うようにするのがおすすめです。お家の中でも外でもゆったり履けてかわいいソックス、ぜひお気に入りの柄でたくさん作ってみてくださいね。作った作品をインスタグラムなどに投稿される際はマフォンレシピ作りましたのタグをつけていただけると嬉しいです。Happy Sewing with Muffin